皆さんこんばんは、宇野と言います。カッシーワの師匠、宮廷詩人を探してきました。ゼルダゲームの魔王ガノンについてや、薬剤の目視録、ブレスオブザワイルドのネタバレがあります。敏感な方はお気をつけください。今回はブレスオブザワイルドにテキストで登場したカッシーワの師匠、宮廷詩人に焦点を当ててみました。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けは、なるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。まずは無駄話からささっとさせてください。最近の考察の答え合わせや皆さんのご意見についてです。仕込み考察にしようか迷ったくらいのものですね。トライデントの傷、続編トレーラーの新たな発見という動画にいただいたコメントで、3つの穴ということで、ガノンの武器であるトライデントによるものではという意見がかなり多かったです。ありがとうございます。実はこの動画を作るきっかけになった Twitter の情報元さんも同じ見解でいらっしゃったので、一応視野には入れていました。この方はロムさんという方で、ハイラルの言葉という名前のゼルダブログを運営なさってます。そのブログは僕もちょくちょく目を通させていただいてるんですが、着眼点が新しく情報の守備範囲も広くてとても面白いブログです。僕のチャンネルの動画を見てくださってる方はまず間違いなく長く楽しめるブログだと思いますので、興味のある方は一度覗いてみてください。トライデントに話を戻しますが、過去作でこれを持っていたのは神々のトライフォースと4つの剣プラスの魔王ガノンですね。一応出しておきますと、前作ゼルダ無双のガノンドロフや不思議の木の実のガノンなども持っていました。時のオカリナの魔王ガノンは三つ股の剣を左右の手で一つずつ持っていましたね。今回トライデントについて考えていたら、このミイラは本当にガノンドロフなんだろうかと思うようになりました。もちろん敵対した何者かがガノンが持っていたトライデントを奪ってお腹に刺した可能性もありますけどね。でもそうじゃなかったとしたら、ゲルド族の装飾やマークがあるこのミイラは誰なんでしょうか。動画のコメントでもいくつかいただきましたが、僕は前から息吹の勇者服にあるゲルド族の特徴的な模様や伝承の赤い髪の毛から1万年前の勇者はゲルド族だったんじゃないかと動画で話してきましたね。このミイラは1万年前の勇者なんですかね。だから不必要と思われるトパーズらしき宝石もはめたまんまなんでしょうか。だとしたら彼はなぜ封印らしきことをされているんでしょうか。いや、そもそも復活させられようとしているんでしょうかね。定まらない考えばかりになったので、この件に関してはここで一回ブツッと切っておきます。もう一つ、各地の骨の調査に向かった動画に皆さんからたくさんのコメントをいただきましたので紹介させていただきます。いろんな生き物の名前ありがとうございました。これの後にカッシーワの師匠についてお話ししていきます。ゴロスコの巨大な骨、これについてはブレワイや薬剤の目視録に登場する神獣の元になった生き物でトカゲなんではないか説、リンクの冒険時のオカリナに登場したバルバジアである説、時のオカリナに登場したダイゴロンである説、同じく時のオカリナに登場したキングドドンゴだという説。キングドドンゴについてはオルディンの大化石の方でも言われていましたね。こっちの方がより有力そうですかね。ゴロスコの骨は今のところダイゴロンだと思っています。横にゴロンシティがありますしね。龍骨沼の巨大な骨、こちらももちろん詳細は不明ですが、近くにリトの村があることや仰向けの肋骨であることから、風のタクトに登場するバルー様である説が考えられますかね。風のタクトは細かく模様を描かなかったり、人間の顔と体の大きさの比が極端だったりと、基本の路線がデフォルメのグラフィックなので、バルー様にしては大きすぎるという問題もクリアできるように思います。今のところ龍骨沼の骨はバルー様だと思っています。ところで僕の知識が足りず、龍骨という言葉について調べてみたんですけど、龍の骨という意味ももちろんありますが、大型の哺乳類の骨の化石という意味でもあるそうなんですよね。まあ他にも色々と可能性を考えていきたい骨ではあります。龍と龍、この2つの使い分けをする理由はよく分かっていませんが、視聴者の方からいくつか情報をいただきましたね。お腹が空いてるので食べ物で例えますけど、チキンタツタの方の龍は聖なる存在、ラーメンや餃子を連想させるロンと読める方の龍はそれと敵対する龍など、しかしこれと全く逆の情報もありまして、どう捉えたらいいのかは分かっていません。すみません。一般の人に見えるかどうかの違いというコメントもありましたね。些細なことで構いません。引き続きお待ちしています。長くなってしまってすみません。本題行きましょうか。
謎多き宮廷詩人。カッシーワの師匠であり、数々の歌を残してきた宮廷詩人。彼について知れる情報はあまりに少なく、性別は男でシーカー族、ゼルダ姫に身分違いの恋心を抱いていたくらいのことしかわかりません。僕の想像では、盾事を持っている青年って感じですかね。薬剤の黙示録の発売前、100年前の出来事が描かれると謳われ、彼についても、ついにその容姿、キャラクターなどが明かされるかと思われていました。しかし、蓋を開けてみると、文字通り一切出てきませんでしたね。まるでゼルダやローム王、登場人物の全てが示し合わせたようにテキストにすら出てきません。でも任天堂さんはこういう何気ない映像にこそ重要なことをヒントとして載せてきました。そこで今回は薬剤の黙示録の全てのムービーをチェックして怪しい人物がいないか見てきましたので、可能性がありそうなものについて話していきます。キーワードは男性のシーカー族です。ムービーに出陣。お城の兵士がたくさん出てきましたけど、まさかこの中にはいないでしょうね。ムービー23、逃走。スッパって結局誰だったんでしょうかね。ゼルダ姫に危害を加えるのを見ると宮廷詩人とは考えにくいんですけど、彼がブレワイ本編のドゥランだとする説もありますけど、ドゥランが115歳を超える年齢とは到底考えられないですもんね。結局仮面の向こうにある素顔が明かされなかった謎の人物ではあります。ムービー25、暗躍。アストルが宮廷詩人である可能性はゼロではないと思うんですが、考えにくいですかね。男だし元シーカー族でないとも 100% は言い切れませんけど、彼も相当謎が多い人物でした。ムービー44、前身。王立古代研究所のシーカー族、研究員が出てきてましたね。しかし若い見た目の男性はいませんでした。ムービー48、始まり。やっと若めの研究員が出てきましたが、そもそも宮廷詩人と研究員を兼任すること自体考えにくかったですかね。そしてこの映像に映っている何人かはイーガダンのスパイです。ムービー65、絶望と希望。ロベリーと話しているこの兵士は何か不思議と目立ってるように思えるのは気のせいでしょうか。ロベリーと受け答えをする人物が必要だったというのはわかるんですけど、兵士では珍しく喋るから気になったってだけなんでしょうかね。これ以降のムービーも兵士は出てくるんですけど、やっぱり普通の兵士っぽかったです。画面の隅々まで見ながら映像を流してましたけど、怪しいものはなかったように思います。まあでも怪しいものはムービーにはなかったってことが分かりました。彼はどんな姿をしていたんでしょうね。楽器を使っていたとしてカッシーワと同じコンサーティーナというあの楽器だったんでしょうか。今回の映像でもし何かに気づいた方はコメントで教えていただけると考察がはかどって助かります。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますのでお願いします。ご視聴ありがとうございました。